今日はお引っ越しをしてお家も新しくなったので、新居で初めての Get Ready With Me を撮影してみました。普段私が愛用しているスキンケアや化粧品も細かく紹介しているので、ぜひ最後まで見てくださると嬉しいです。まず起きたら一番に歯を磨きます。歯磨きが終わったら、今日はスタジオで撮影する予定があるので、シャワーを浴びてから一日がスタートします。お風呂から上がったので、まず洗顔をします。これがいつも使ってる洗顔で、メラノ CC のディープクリア酵素洗顔です。メラノ CC が大好きですごいなんかツルンってした感じがするし、なんか透明感が出る感じがするから好きです。これを使って洗顔します。洗顔が終わったら、これもポイントなんだけど、いつもタオルを使わなくて使い捨てのタオルを使ってます。で、次に本当だったら無印の導入化粧液を塗るんだけど、ちょっと切れちゃってるからこれ使います。ナンバーズインの爆水マスクパックセラムです。多分これ夜に本当は使うやつなんだけど、メイク前に使ってもお肌が乾燥しづらくなるのでおすすめです。次にこちらドクタースの D セラロジック B5 エッセンストナーです。もともとほぼないんだけど、 D セラロジック B5 クリームで、クリームで化粧水みたいな感じで、こっち最初に使っててめちゃくちゃ良くて、ちょっと化粧水もどうなのかなと思って試しに買ってみたらめちゃくちゃ良かった。あとこんだけしかなくてストックがあるんですけど、今日もこちらのドクタースを使っていきます。化粧水なんだけど、すっごい保湿力が高くて、夏の朝とかは全然もうこれ1本でいけちゃうし、なんか男の人とかだとなんかいろいろ顔に塗るのめんどくさいっていう人が多いと思うんだけど、もうほんとこれ1本で全然いけちゃうぐらいすごく良かったです。化粧水が塗り終わったので、次はさっき言ってたクリームを塗ります。でもほぼないんだよね。絞り出してちょっと足りないから、もうこの新しい方と付け出します。なんかジュリーもともと尋常じゃないほどの乾燥肌で、それなのにいつもダンス動画とか上げてるじゃん。その時って結構しっかりめにメイクして、でメイク落とす時も結構負担がかかったりするんだけど、このドクタースのクリームが保湿力がすごく高くて、これ塗っただけでもうもちもちに復活してめちゃくちゃお気に入りです。夜だともうこれを顔全体にもう塗りたくって、もうパックしてる状態にして寝ると、もう朝もっちもちになってて、もうめちゃくちゃいいです。このセットめっちゃおすすめです。で、塗るときは首にも塗ります。いつもだともうこのまんまマッサージしたりしますじゃあスキンケアが終わったので、今からメイクしていきます。髪が乾かし終わったので、手を洗ってきて、ちゃんと今からマッサージをしてからメイクに移ります。マッサージする時に使うのがレナードの TK マッサージクリーム。これ使うと全然違うから、塗りながら若干マッサージしちゃいます。前に投稿したことがあるんだけど、マッサージ用の動画があって、でしたり、舌をこうやって口の中で回したりするマッサージ法があって、その動画を見ながらそれやったり、飲み物飲みながらこうやってやったりしてます。マッサージするときはこれを使います。バリブラシっていうんだけど、これはヤーマンのバリブラシで、これがアタッチメントがこうやって3つあるんだけど、1つは髪用で頭皮をマッサージすると顔が引き締められるっていうやつで、これは髪が濡れてる時に使います。なのでもう髪を今日は乾かしちゃったので、今日使うのはこれとこれです。まずこれでこうやってマッサージしていきます。私はいつもマックスにして使ってます。で、これ電気がすごい通ってるんだけど、 EMS 顔がめっちゃ引き締められてすごくおすすめです。もう何年も前からバリブラシ欲しいなって思ってて、やっと自分で買う勇気が出たので買ってみました。もう手放せない。どんだけむくんでてもここら辺とかがシュッとします。ちょっと変わったわかんないけど、これ首にも使えるから、鎖骨とかも使えるのでめちゃくちゃいいです。これある程度してもういいかなって思ったらこっちに変えます。で、クリームが足りなくなったなと思ったら足してやるといいです。めっちゃひんやりしてて超気持ちいい。
下から上にこうやって引き上げるようにやるとより効果的だそうです。はい、バリブラシが終わりました。あとこれを飲みますキンキンに冷えた顔のむくみ感を軽減してくれるキレートレモンの飲み物です。ちなみにいつもこれ開けれなくてペットボトルとか開けるのすごい下手で、こうやって開けてるうちにペットボトル潰しちゃって飲み物出てきちゃうみたいな、いつもそんな感じ。知らない人に開けてくださいって言っちゃうぐらい飲み物の蓋開けるの本当に苦手で、本当に開かない。どうしよう、こぼれちゃったこれ飲むと若干気持ちかもしれないけど顔のむくみが軽減されます。普通に美味しいんだよねこれをちょっと飲みながらマッサージしたり飲みながらメイクしたりしてます。パックはマッサージする前にしたりします。パックのおすすめはメディヒールの緑のやつがおすすめです。友達におすすめしてもらったんだけど、ほんと1回使うだけでニキビっていうか肌荒れがすごい治ります。今日は時間がないので短縮して、次にイニスフリーのアイクリームみたいなのを使います。これもうねリアルに6本目とかかな、こうやってクリーム出して目のまぶたの上をコロコロするとむくみが取れるやつです。これはまぶたをコロコロしてから寝ると次の日すっきりしたり、メイク前とかにすると目がすっきりします。寝る前とかはまつげ美容液を塗るとすごくいいです。いや結構ねめんどくさくてサボっちゃいがちなんだけど、続けることで効果があるので私も言い聞かせて頑張りますはい、やっとメイクに移ります。これがブラシ、これが、下地とかが入ってて、これがグリッターとかアイライナーとかペンシル系こまごましたものはこっちに入ってます。撮影とかで外でメイクすることが多いんで、いつでも持ち歩けるようなポーチに入れてます。4つに分かれててめちゃくちゃ便利です。ダネージュのリップスリーピングマスクベリー、寝る前にするやつなんだけど、これをメイクの前にしとくとメイクした時には唇がプルプルになってます。メイクに入る前によくやってるんだけど、耳に輪ゴムをつけます。これだけでもいいんだけど、耳をこうやって後ろに回したり前に回したり、こうやってやることで顔のむくみがめっちゃ取れます。こういう輪ゴムを耳につけときます。メイクをします。これが下地です。これ数年前にも使っててやっぱりいいなってことで戻ってきました。重めなんだけど肌の凹凸がなくなります。次にトーンアップベースです。赤いなみたいな自分の中で見つけます。スポンジでポンポンします。サラシッポで塗ります。ネットでバズって買ったんですけど、これもいいです。でその後にキャンメイクのコンシーラーをちょっと手でなじませてからクマのところにちょっとずつね、クマがね、今までなかったクマができるようになってきたんですよね。22歳になりました。22歳初の、そうじゃん、新居です。22歳初、そして新居で初のGet Ready With Me。てか前の家でもGet Ready With Meしたことなかったんだけど、初めての試みです。なので撮影にめちゃくちゃ時間かかってるし、結構ミスしてます。そこはご了承ください。フィルカバーのコンシールパレット、緑のところを使って赤みが気になるところに塗ってきます。私は鼻周り塗ります。お次にモアジョイのファクトの01番ライトベージュを使っていきます。これ猫ちゃんでめっちゃ可愛い。ここも猫ちゃん、オーロラの色の猫ちゃん、可愛い。ポンポンしていく。YouTube ショートとかでもダンスめちゃくちゃ踊ってるじゃん。動画じゃわかんないと思うけどめちゃくちゃ汗かくのね。なんだけどこのファクト使うと全然メイクよれたりしなくて、終わった後も全然メイク崩れてなくて、もう本当にお気に入りのファクトです。メイクがよれやすいところとか鼻周りとかおでことかトントンしとくと一日崩れません。でこれすごいのが、アイメイクの前にメイクブラシとかあるじゃん。でちょっと取ってまぶたに塗るだけでプライマー効果があって、そうすることで発色も良くなるしメイクが崩れにくくなるので、ダンスする私にとってはもう必需品ですね。こんな感じですめっちゃ良くない？アイドルもやってたし、ライブとかでどんだけメイクが崩れないかを意識してメイクを研究してたので、私にかかればメイクは絶対に崩れません。ジュリ本当に崩れないので、そしたら眉毛から描いていきます。結構もうボロボロなんだけど、ブラシで毛のラインを整えてあげてから濃い色以外をこうやって混ぜて、もうほんと軽くシャナエクセルのブラシでいっちゃいます。できるだけ左右対称にブラシでぼかしながら描いていきます。で次にこのウォン・ジョンユさんのアイシャドウのここが結構ちょうどいい髪色に合う色なんでのせていく感じ。眉毛はもうこれで完成です。でノーズシャドウをして中のへこんでるところにちょっとだけ影を入れます。で上もくぼんでるところにちょっとだけ影を入れます。指でぼかす。そうすると唇がぷっくりして見えるのでおすすめです。
ジュディドール粉のハイライトをここにトントン入れちゃう。そうするとほら鼻が明るくなります。もうそのまま小鼻の周りも鼻が細く見えます。こうするとほら急に鼻が細くなったの分かる？キャンメイクなんだけど取ってキュルキュルキュルって、そうするとちょっとねここが短く見える。次はもうブラシで取って顎先とこめかみに入れます。こめかみに入れることでここが細く見えます。チークはジュリはちょっと下らへんかな、薄くです。でもビセの眉毛用のコンシーラーがあって形を整えます。これをすることによって眉毛がくっきりして見えるし、ここが明るくなるから顔が立体的に見えます。でシェーディングが暗い色とかここら辺を使って一旦ここら辺にシュッて、あとはこの色をどんどんぼかしていく感じ。内側にさっきのパクトと一緒のモアジョイのハイライトの02番のピンクブロンズ&パープルを使います。鼻先にまずで、ここの付け根よりもちょっと下、おでこ丸く、まぶたの真ん中らへんに結構がっつり顔が立体的に見えます。目頭にもちょっと入れる。このハイライトがイエベとブルベになってるのね。だからどっちも使える感じになってて、私はブルベだからこっちを使います。このハイライトめっちゃツヤツヤになるの。照明とか結構焚いた時も全然負けずに発色してくれてめっちゃいい。透明感が出る。このパープル使うとすごい凹凸がはっきりしてめちゃくちゃおすすめです。撮影とかするとのぺーっとした顔に映っちゃったりするんだけど、このハイライトを使うと色加減もできるし華やかに輝いてくれます。ボンジョインさんのアイシャドウをここ適当に塗って外側にぼかす。先にアイラインを引いちゃいます。デジャビュです。ラブライナーを使います。耳ら辺をちょっと描いていきます。垂れ下がってる延長線でシワができるところ、アイラインが引けたのでマスカラをします。松パはしてるからこの2つです。これを先に軽く塗ってからこれで毛先だけを塗ります。束感を作る感じ。こんな感じです。片方これをどっちもやっていきます。こんな感じです。目パッチリした風味のキラキラを黒目の上だけに、そうするとキラキラするの。目頭にもちょっとだけ涙袋をちょっと描きます。こっち下がり目で目頭だけに描きました。ブラシでぼかしたりしてアイラインとここら辺にちょっとだけ際にラインを引きます。左右を見ながら、これ左右対称にするのが難しいんだけど爪でぼかしながらペンシルでなぞっていきます。イメージはぼかすんだけどアイラインとちょっとつなげる感じ。このピンクのキャンメイクのライナーで目のキワキワを塗ります。ケーキとのピンクのライナーで目頭の内側黒目だけよけてこんな濃くなりすぎて描きました。ジルジーンこれでちょっと笑ってこうやってぷっくりするとこに入れます。この同じ種類のジルジンの暗いカラーでぼかしていきます。涙袋がぷっくりしました。カンメイクのこの色ちょっと取ってこれ発色いいから手でぼかして際とかでやるといいです。ここら辺の色を取って細い風にでさっきのこのラインをぼかしていきます。ウォン・ジョンヨさんのラメアイシャドウここに目頭からここら辺まで。これ最近使ってんだけどマジョマジョのこれかキャンメイクのここの部分を涙袋の内側に塗ります。キワキワをイメージしてグリッターはイベント今日はちょっと気合い入れたいって時はさらにキワキワにこのラメを少しだけ入れてぼかします。これでメイクが完成しました。とりあえずこのもうほぼないんだけどこのオイルが目の前にあったのでつけてここら辺を使います。ぼかしてで最後にこのチュルチュルを入れます。これで完成です。全然完成じゃなかった最後に仕上げにもう一度最初に使ったのをこうやって押さえることで崩れないから最後にこうやって押さえちゃう。ハイライトがちょっと消えちゃったなって思った時はもう一度ってやるとメイクが維持されます。これで完成でした。髪の毛をやっていきます。はい、着替えて出かける準備ができたのででは行ってきます。今日は私とゲットレディ with me 準備できましたか？それでは皆さんも今日も一日頑張ってください。行ってきます。